皆さんこんにちは。今回は埼玉の秩父を紹介します。東京から日帰りでアクセスができ、自然を感じながらのんびりできるのでおすすめです。この動画では羊山公園、ランチ、カフェ、神社などを紹介しますので参考にしてください。では行きましょう。まずは秩父鉄道で秩父に向かいます。西武線でもアクセスでき、お互いの駅の距離は徒歩15分ほどとなっております。池袋からだと西武線で80分ほどになっています。もちろん車でもアクセス可能で、道中の景色も綺麗なのでドライブがてら車で行くのもいいと思います。では早速近くの秩父神社に向かっていきます。ここが秩父神社です。ここは徳川家康ゆかりの神社で、そこまで大きいわけではありませんが、全体的に綺麗な神社となっています。では早速お参りしていきます。映像にもありましたが、この日は残念ながら改修工事中でした。本来であればこのように極彩色の綺麗な社殿にお参りすることができます。この改修工事は2023年頃まで行われるそうです。またこの神社の特徴的なポイントがおみくじです。入って右手にある境内を流れる小川におみくじを浸すと文字が浮かび上がるという水占いのおみくじがあり、恋愛成就を叶えてくれると評判だそうです。この台はおみくじをくっつける台になります。ぜひやってみてはいかがでしょうか。では続いて近くにある蕎麦屋でランチを食べたいと思います。神社を出て右に曲がり、直進するとすぐにあります。1階はふるさと館として雑貨が販売されており、蕎麦屋は2階になります。こちらは雑誌にも載っている人気店となっており、蕎麦だけでなく豚味噌丼のセットもあります。僕は今回蕎麦と天ぷらのセットにしました。蕎麦にコシがあり、天ぷら、とろろご飯も美味しくて大満足でした。ではご飯を食べたところで羊山公園の芝桜を見に行きたいと思います。ここからだとちょうど西武線の秩父駅を通って向かうことになります。秩父は2011年にヒットしたアニメあの花の舞台でもあり、劇中で登場した場所やポスターなども貼られており、あの花が好きな方が来ても楽しめると思います。秩父鉄道の秩父駅と西武線の秩父駅を結ぶこの通りにはいろんなお店が集まっているので、食べ歩きやカフェで休憩するのにおすすめです。このパリー食堂は国の有形文化財に指定された建物で、レトロな雰囲気でオムライスなど昔からのメニューを楽しめます。通りを抜けると秩父鉄道のお花畑駅があります。そしてそこからさらに進むと西武線の秩父駅があります。西武線でお越しの方は駅を降りて右に進んだところに豚味噌丼の名店があるので、そこでランチを食べるのがおすすめです。ランチを食べた蕎麦屋にも豚味噌丼のセットがありましたが、
豚味噌丼は秩父の名物グルメとなっており、その他にもわらじカツ丼という大きなカツの丼も名物グルメとなっています。また近くにあるこのパン屋さんも人気のお店となっております。目的地の羊山公園は西武線秩父駅を出てそのまま正面に進んでいくとあります。少し坂を登っていくので食後の運動としてちょうどいいです。どんどん自然あふれる景色になってきました。この先が芝桜の丘となります。入園料は300円です。武甲山を望む羊山公園のこの芝桜の丘には9種類約40万株以上の芝桜が咲いており、まさに花の絨毯と呼ぶにふさわしい景色となっています。撮影日は4月17日でして、まだ満開ではない部分もありますが、ちょうどゴールデンウィーク頃が見頃となります。ではそのまま隣接する広場で開催されている特産市に行ってみようと思います。ソフトクリームや鮎の塩焼き、フルーツのジェラート、そして最近人気のジビエ料理などいろんなお店があります。想像以上に多種多様なお店があるので、ここで食事を楽しむのもいいかもしれません。では最後に景色を見納めして休憩がてらカフェに向かっていこうと思います。帰りの道中も自然たっぷりで癒されます。ちなみに羊山公園の近くのこの蕎麦屋も名店だそうです。秩父駅近くの通りに戻ってきました。ここでカフェを探そうと思います。ここはレトロで不思議な空間のカフェだそうで、お茶だけでなく写経なども体験できるそうです。通りを外れた先にあるこのカフェも人気のお店です。築80年以上という建物でアンティークに囲まれてゆったり過ごせるカフェだそうです。今回はこのお店にしました。こちらもレトロな雰囲気のあるお店で、ケーキやパフェ、プリンなども楽しめます。僕はチーズケーキが好きなのでチーズケーキにしました。2層のチーズケーキで甘さもちょうどよくて美味しかったです。最後は西武線秩父駅近くの温泉に入って帰ろうと思います。駅の近くに温泉があるというのは素晴らしいですね。中は名前の通り祭りの雰囲気があります。入るとフードコートがあり、左側でお土産や雑貨が販売されています。
右に進んでいくと温泉があります。全体的に綺麗なスーパー銭湯という感じで、休日に手ぶらで行っても1330円という料金です。中も非常に綺麗で、特に露天風呂が広くてリラックスすることができました。サウナ後のご飯はたまらないということで、そのままご飯を食べて帰ろうと思います。名物グルメのわらじカツ丼にしました。カツが2枚乗って990円です。見た目はシンプルですが、カツに出汁が効いていて美味しかったです。秩父は個人的に大満足で、日帰りで遊びに行くのにぴったりな場所でした。以上、秩父の紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かった、役に立ったという方は、高評価、コメントをいただけると嬉しいです。ではまた。